私はいつも皆さんの夢を見せてもらっている。要するに皆さんの夢を見て差し上げることができるんですね。また皆さんの夢の解釈をして差し上げることができる。面白い夢がいっぱいあるんですけれどもね、ただなかなかプライベートな問題があるんでね、私の講習会、夢の講習会のちょっと一つのエピソードをいきますのでお願いします。私はいつも皆さんに申し上げてます。しょっちゅう申し上げてますね。この人生素晴らしいよっていうの、いいことばっかり起きてるよとこう言うんですけどね。それで皆さん不満があると思うんです。いやいや、とんでもないことが次々と起きてるよ。とんでもないことっていうのが実はですね、人生の中で素晴らしい体験するためにはとんでもないことが起きないと自分の素晴らしさをこう表現することができませんよね。ですから私はある意味で自分の失敗やら人生うまくいかないことが起きた時にね、本当飛び上がって喜ぶんですね。まあ素晴らしいこと起きたね。ですから私は嫌な人生っていうのを考えたことがない。要するにそういったことに悩まないと言ったらいいんですかね。悩むというよりは喜ぶと言った方がいいんですね。ケイシーのリーディングでいうとステッピングストーンっていうんですけど、嫌なことが起きたらその上に立ち上がって、でそこで次の行動をすればいい。ですから嫌なことが起きた時は本当素晴らしいことを自分が選択し体験することができるチャンスだと思うんですね。ですからそんなことを全然苦にしてない。はい、私の夢の講習会なかなか評判がいいんですね。毎回毎回評判がいいんですね。で皆さんにもお手伝いいただいて困ってる人がいた時にその困ってることについては聞かないんです。ただ皆さんに夢を見てくださいねって言ってね、名前を書いて、で何の夢かを言わないんだけれども皆さんに夢を見てもらって次の日の朝発表してもらうというやり方があるんですね。これもヘンリー・リード先生が私に教えてくれたやり方なんですけどね、私たちにと申し上げた方がいいでしょうかね。これとても評判がいい。それで皆さん自分がある方の夢を見せてもらってグループで何人かが同じ人の夢を見るんですけどね、もう実に面白いことにその人のお役に立つ夢をそれぞれ見ますね。ある意味で同じような系統の夢を見るんですね。いつも言ってるように私たちはみんなで同じ一つの意識、同じ一つの命、同じ一つの働きを生きてるんでね、私に言わせれば当然ですね。ですから私は会ったこともない人の夢を見ることができるんです。誰でもできますよ。この2つのことを申し上げたいんですが、はい、この前の講習会でですね、福田先生頼まれたんですけれどね、夢を何も見なかったという人がいたんですね。私は即座に答えましたよ。それいい夢だよっていうんですね。何言ってるかというとね、夢をこの人生この日々これ実は夢の連続なんですね。魂が見てる夢だからこの人生全部夢ですね。この肉体を持ってこのように日本国に生まれてこうやって福田貴則として生活している、これ夢ですね。で夢を見なかったというのはね、これ立派な夢ですね。見ようとしても見られなかった。ですからそのことについてまた夢を見なかった見られなかったということについてですね、もう一遍こう考えてみるといい。なんで見なかったかなというと必ずそのチャンスが来るんですね。そのいいアイディア、いいステッピングストーンになってくる。夢を見るというのはこういうことだったんだって分かるということですね。ですから何もこう心配いらないということになる。です
から私は自分が人生の中でうまくいかなかった時に落胆しないんですね。これいいことが起きる素晴らしい前兆、私はその上に立ち上がって自分の素晴らしさを体験できる素晴らしい人生という夢と理解してますね。ですから私はそういったことを全然苦にしてない。また逆に言うと積極的に人々、ね、困っている人々を助けて差し上げるということのとてもいい対応になると思うんですね。例えば今申し上げたんですけど、夢を見るお約束をして見られなかったとおっしゃった方に、人生って夢だよ、いい夢だよとこう言ってあげるの楽しいと思わない？素晴らしいことが起きたと思わない？はい。